やっと車が完成いたしました。想定外のトラブルなんかもありまして、予定より大幅に遅くなってしまいました。でそのトラブルについては後ほど説明したいと思います。でまず前回お話ししてたホイールキャップなんですけども、見つかるのは見つかったんですが、ホイールからだいぶはみ出しちゃうってことでつけることができませんでした。からこちらのへこみですね、こちらもねちょっとねいろいろ試してみたんですけど、ちょっとできなかったんですよね。前回の動画でへこみの話をした時に、視聴者さんに直し方を詳しく教えてもらったので材料を揃えたんですけど、ホタテ父ちゃんが一度試したいことがあるからそれをやらせてって言うんで、先にそれを試してみました。へこんだところを温めた後、一気に冷やすとポコンと元に戻るらしいんですよ。でかいな、やっぱりへこみが。あ、でかいですか。それは簡単だし面白そうだなと思って見てたんですけど、少し戻ったような気もしたんですけど、やっぱり角の部分ということで難しかったみたいです。そこで視聴者さんに教えてもらった方法でやってみようとしたんですけど、これ二重なってるわ、ボディが。どうも袋状になってるみたいで、へこみの部分に直接触れることができなかったんです。なのでこれはやはり板金塗装屋さんにやってもらわないとダメだろうという結論に達し、この部分は諦めることにしました。その代わり給油口の蓋のへこみは治りました。だいぶなった。おー、素晴らしい。あっという間に完成。時間のない中急ぎでやってもらって、これだけわからなくなれば私的にはもう十分です。ありがとうございました。外部はそんなところですかね。じゃあ中入ってみたいと思います。じゃあじゃーんと、はい、こんな感じになりました。はい、でちなみになんですが、ちょっとねリンスはお家に置いてきました。というのが、最近脱走が激しくってですね、もうちょっとドアを開けた瞬間とかに飛び出したり、ちょっと目を離した隙に脱走してしまうんですよ。それでちょっとちゃんと説明できないかもと思ったので、タナピだけ連れてきました。あなたも座っといてね。はい、ということで、じゃあまずはクーラーからいきましょうか。デリカから移設しました。お待たせしました。はい、ありがとうございました。よいしょ。思ったより出てない。もっと出てるかと思ったけど、ああよかった。ありがとうございます。本当はこの車だったらこの後ろの部分ね、ここにつけるのが一番ベストなんですよ。なんだけどここにつけちゃうとカヤックが積めないっていう問題がありまして、どうしてもカヤックを積みたいっていうことがあったので、ここに取り付けてもらいました。この車だいぶ屋根の部分がカーブになっているので、それのせいでかなりね飛び出しちゃったんですけど、気になるんじゃないかなと思ったんですけど、そこまで気になりませんでした。ここにつけたことによってホースがめちゃくちゃ長くなってしまって、ホースが長くなるとどうしてもクーラーの効きが悪くなるよっていう風に言われてたので、まあそれも仕方ないかなと思ってたんですけど、実際使ってみるとよく効いてます。これだけの広さの空間を冷やそうと思ったら、やっぱりだいぶ電力を必要とするかなと思ったので、日中に使う時にはこのカーテンとここにもカーテンをつけたんですね、実は。でこのカーテンを閉めることで2ルームが出来上がるので、ここだけだとまあ1畳半ぐらいのスペースになるんですね。なのでまあよく効くんじゃないのかなと思ってカーテンをつけてみたんですけど、炎天下の日中でもクーラーはよく効いてはいました。タナピは暑がりなので多分ここのスペースにいるのがいいかなと思うんですね。ここのスペースは寒かったら後ろのスペースに移動することもできるし、あったかい方がいいと思えば運転席助手席側に移動すればあったかい思いもできるかなといったところです。炎天下でガンガン使うと消費電力が大きいので、
カーテンを仕切って少しでも電力を抑えたいところですね。後ろから見るとこんな感じ、下からクーラーまでの高さが21センチありました。ちょっと車高が低いので気をつけないといけないですね。今の外気温が 25.1 度、車内が23度、かなり涼しく感じております。そしてちょっと暗かった電気なんですけど、こちらに変えました。ありがとうございます。わー、すごい明るくなった。で、色が。あ、色も変わるね。うん。おー、あ、これはいい。んで、長押しで切れる。なるほど。うん。押すとライトの色が変わって、で回すだけで明るさも調整できるという優れものです。これをキッチン下とリアにも同じものをつけました。これを3箇所につけてもらったので劇的に明るくなりました。はい、じゃあ次は後ろの方から、ここの部分がめちゃくちゃ汚れてたので一生懸命掃除したんですね。重曹スプレー、クエン酸スプレー、セスキ炭酸ソーダスプレー、リンサークリーナーといろいろ試してみたんですけど、なかなか綺麗にならなかったんです。どうすれば綺麗になるんだろうって考えながら見てたら、これって外れるんじゃないと思って、なんか今何気に外せるかなと思ってこれを引っ張ってみたら、裏でパチンって止まってるだけみたいなので、なんか外せるっぽい。外してみたら簡単に外れたので水洗いしようかとも思ったんですけど、どうせなら張り替えた方がいいやって思って掃除しやすいレザータイプの生地を買ってきたんですね。で、自分でやるつもりだったんですけど、おてて父ちゃんのお家遊びに行く予定があったので手伝ってもらおうと思って持って行ったんです。そしたら簡単なようで結構難しくてですね、これ私がやってたら絶対うまく貼れなかったところでした。おたて父ちゃんもこんなのを貼るのは初めてだったと思うんですけど、そこはさすが職人さん、すっごく綺麗に貼ってもらいまして、本当に助かりました。やっぱりね、最初にどれだけ計算できるかっていう、先読みできるかっていう。おー、素晴らしい。私だったらこんなに綺麗に貼ることができなかった。助かりました。車内の布とかの専用の洗剤です。他の汚れた部分は車専用のクリーナーで拭くことで綺麗に汚れを取ることができました。そしてキッチンですね。この冷蔵庫をどうしてもつけたくってキッチンを DIY しました。キッチンを外していきたいと思います。よいしょ。なんか触ってないのにネジが浮いてる。よいしょ。はい、冷蔵庫を入れてみました。タイヤハウスがあるのでこの位置が目いっぱいなんだけど、一応歩けるスペースもあって冷蔵庫も開くので、この位置で取り付けたいと思います。大体の寸法を測って脳内イメージをラフ画にし、合板は材木屋さんで、それ以外の材料はホームセンターで買ってきました。キッチンを外した時にタイヤハウスの部分を段ボールでかたどっておいたので、タイヤハウスの型取りをします。ジグソーを持ってなかったのと、カーブの部分をうまくカットできる自信がなかったので、父に手伝ってもらうことにしたんですけど、丸のこの時点で危ないって言われてしまいまして、やらせてもらえませんでした。結局全部父に作ってもらうことになってしまいまして。簡単な面取りとかビス止めとかは自分でやりました。通路が狭い上に角があると通りにくくなってしまったので R をつけました。それからもともとついてた扉は反対側にひっくり返してそのまま使うことにしました。
麦さんの足型をキッチンの扉に使おうと思ってたんですけど、足型が削れてしまったんですよね。これは見るたびに悲しくなると思ったので、違う形でつけることにしました。残る麦さんの足型はベッドを支えていた板とシンクをつけた板なんですけど、穴を開けてしまっているので使い道が思い浮かびませんでした。何かいいアイデアはないでしょうか。それから冷蔵庫を設置すると、後ろへ行くときにこの部分が邪魔なので、外して余った合板で新たに扉をつけました。上のソファー部分もカットしようと思ったんですけど、ここはあってもそんなに邪魔じゃなかったので、とりあえず残しておくことにしました。私的にテーブルのドリンクホルダーはいらないので、こちらも作ることにしました。どうしてもジグソーを使ってみたかったので、これだけは自分でやってみたんですけど、断面が斜めになってしまいました。やっぱり難しいですね。そしてキッチンを全体的に白っぽくしたので、スリット棚も同じカッティングシートを貼って統一することにしました。ちなみにインパクトドライバーではなく、ドライバーでネジを外しているのはネジ山を潰してしまうからなんです。どうもまだインパクトを上手に使いこなせてないので、これも練習しないといけないんですけどね。 DIY とかめったにやらないから、いつまで経っても上達しません。本当は全体に貼りたかったんですけど、私には本体を外すことができなかったんです。それで仕方なく中の板と手前の見えてる部分だけに貼ることにしたんですけど、濃い茶色とライトベージュの色合いが結構いい感じにマッチしてて、結果オーライでした。取り忘れてましたが、反対側のスリット棚も同じようにしました。全体が白っぽくなるとやっぱり明るく見えるからいいですね。テーブルがついてた壁の部分とソファーの背面にも同じ色のカッティングシートを貼りました。外れた。ベッド下の収納にダンパーをつけました。これですごく軽くなりました。キッチンが出来上がったので、仕上げにカッティングシートを貼ります。粘着剤付き化粧フィルムっていうやつで、これも簡単に貼れると思ってたんですけどね。これ後から知ったんですけど、しっかり下処理をしてからでないと綺麗に貼れないみたいですね。貼り方にもいろいろコツがあったみたいで、何も知らずに貼ったのでかなり汚くなってしまいました。ここをやり直すのは大変すぎるので諦めたんですが、天板に貼った厚手のカッティングシートが何箇所も浮いてしまって、さすがにここが浮くと困るということで、ホタテ父ちゃんに相談したら直してもらえることになったんですけど、いかん、これやっぱりね、下地やわ。下地ですか。ご飯の上に入ってるから、うん、いくらでもエア入ってくるんですよ。そうなんだ。伸ばしてもっていう問題でもないね、これは。くっついてもまたすぐ浮いてくると思う。そうなんだ。これがね、デコボコになってるからね。基本的にはまあシール貼れんことはないけど、いくらでもエアは入ってきますね。ちょっと難しいと思う。だから。どうやら下地をちゃんとしてないということで、どんなに綺麗に貼ってもまた剥がれてくるっていうんです。それでやり直すことになりました。天板を外したついでに少し手直しもしてもらいました。水道の蛇口の取り付けも自分でするつもりで工具を買ってたんですけど、これもやってもらって正解でした。なるほどね。私自分でやってたらウィーンって一気にやってたと思う。そういうの知らないとね。知らないと木もげてあーってなるんだ。そう。いろいろやり方があるんですね。知らずにやると失敗して結局高くついてしまうんだということを知ったのでした。天板にはカッティングシートではなくメラミン化粧板を貼った方がいいんじゃないかということで、ホタテ家にある在庫の中から合いそうな色味のメラミン化粧板を探したんですけど、なかなかこれといった色がなくって、そうしたらホタテ父ちゃんの仕事仲間のところに余ってるメラミン化粧板がたくさんあると思うから見てみようっていうことになって、ちょうどいい色味のものがすぐに見つかって、ついでにここで貼ってもらおうということで貼っていただけることになりました。見てると下地が大事だということがよーくわかりました。貼り方のコツもわかりました。これは海苔。そう、ゴムのり。
両方に接着剤をつけて、うん。あ、そうなんですか。そりゃシールタイプとは全然違いますね。まあコツが分かったからといって上手に貼れるとは限らないんですけどね。でもまた今度貼り直す機会があったら次は今回よりかなり綺麗に貼れると思います。はみ出したカッティングシートは危ないということでカットしてくださいました。それにしてもこんな便利なものがあったんですね。知らないってほんと損です。叩いてみて。叩く？丈夫よ。おー、いやーすごい。触り心地が。揺れても大丈夫よ。わー、ありがとうございます。いえ。すごい。この扉は前方についてたものをひっくり返して後方に取り付けたということもあって取っ手を外したんですけど穴が開いてしまって気になってたんです。そうしたらこんな穴も直す方法があるんですね。目から鱗でした。あ、何それ？マジック。マジック？一緒やん色。一緒や。おー、すごい。ありがとうございます。先ほどの扉から取った取っ手はこの扉につけてたんですけどどうやら取っ手を止めるネジが違ってたみたいでグラグラしてしまってたので付け直してもらったんですけどネジが間違ってたなんて言われなければ絶対気づかないところでした。もうプロの仕上げですからもう完全に売り物ですこちら売り物になりました。でこちらのキッチン、シンクですがもともとついてたシンクをつけました。シャワーノズルなんですけど、2メートル伸びるようになってます。例えば棚が足が汚れたとかカヤックとかサップを洗いたいっていう時にこのホースを伸ばして外で洗えるようにと思ってこちらにしました。結構水の勢いはあります。結構勢いあります。このシャワーヘッドにはストップがついてるんですけど水の勢いがね相当ないとこのストップ機能が効かないみたいなんですよ。で今見てもらった通り結構勢いあると思うんですけどポンプで上げるぐらいの水圧だと全然ダメみたいですね。なので別売りでストップするやつ買いました。これで外で使う時にも手元で止水ができるのでちょうどいいかなと。ちなみにタンクは給水も排水も19リットルですね。それから IH クッキングヒーターを埋め込みました。これはドリテックの1000ワットのやつですね。その下に電子レンジを入れました。こっちも動いてるから。こっちは。来た。長押し。長押し。レンジにオーブン、発酵グリル、温め、いろいろついております。でこちらの扉はゴミ箱を作りました。ちょうどこの後ろにタイヤハウスがあって変な形状になってるのでちょっとねタイヤハウスに合わせて段ボールで形を作ってこの中に収まるようにゴミ箱を2つ作りました。こっちが燃えるゴミ、こっちが燃えないゴミみたいな感じで。で、捨てるときはその捨てる場所のルールに従って分別して捨てようと思っております。電子レンジの下の扉は
こんな感じになっております。配線が出てるので、ちょっとね、木で蓋をしようと思います。炊飯器だったり鍋だったりっていうものを置こうかなと思っております。天板の端っこにはコンセント2つと、あと USB が1つ刺さるようになっています。で、この下はもうフリースペースなんですけど、ここにコンセントもあることなので、タナリンスズの GPS の充電だったり、いろいろ充電しないといけないものがあるんですよね。で、それらをここで充電するのがいいかなというふうに思っております。はい。それから床ですね。実は最初はシールを貼ってたんですよ。床の汚れは拭いただけでは取れそうになかったので、上から貼ることにしたんですけど、デリカの時のような大掛かりなことは私にはできないので、簡単に貼れるシールタイプのものを選びました。犬の引っかきや猫の爪研ぎに強いという剥がせる床保護シートっていうやつなんですけど、私の取り扱いが悪かったせいか変な型がついてしまったんですよね。もう仕方ないと諦めてたんですけど、擦り傷や上から物を落とした時にも跡形がついてしまって、この調子だとすぐボコボコになってしまうということで、シールで貼れるクッションフロアに変えることにしました。全体が明るくなったので、床も明るい方がいいと思って白っぽい色を選んだんですけど、当然汚れは目立つと思うんですよ。年数が経つと黒ずんでくるだろうことも織り込み済みで、その時は剥がして貼り替えればいいやくらいに思ってたんですよね。で、シールで貼るにしても綺麗に貼りたかったので、これもホタテ父ちゃんに手伝ってもらおうと思って持ってきたんですけど、やっぱり職人さんですね。シールじゃすぐに剥がれるだろうから、下のクッションフロアも剥がして綺麗に貼った方がいいということになり、デリカの時と同じく大掛かりな張り替えとなってしまいました。実は一度自宅の脱衣場のクッションフロアを剥がして張り替えたことがあるんですけど、剥がすのがめちゃくちゃ大変で、もう二度とやりたくないって思ってたんです。なので、って言ったんですけど、お二人で剥がして綺麗に貼ってくださいました。しかも見えるところしか貼らないつもりだったので、クッションフロアが全然足りなくて、綺麗に貼るために家具の中にクッションを挟み込むというめちゃくちゃこれまためんどくさいことまでやっていただいて、もう感謝しかありません。よしよし。めんどくさがりの上に何をやっても失敗する私は DIY は向いていないなと痛感しました。でもまた懲りずにやるとは思いますけどね。向こうから絵歩いていてもらおう。消臭抗菌防カビ防炎防汚で犬猫の足が滑りにくいというペット向けに作られたクッションフロアなので、3人が年をとっても安心です。ただ黒ずんだ時には諦めます。シートも貼り直しました。もともと背面のマットはもっと大きいものだったんですよね。お座敷スタイルにするとこんな風になるんですけど、この部分を別に持ち運ばなきゃいけなくって、ここの部分がちょっと邪魔なので、ここの部分をこっちに持ってきてみました。そしたらここの部分がだいぶ開くのでいいのかなと。軟粘素材で撥水性があって、ペットの引っかきによる傷やほつれがつきにくい人工スエード生地です。カラーバリエーションも40種類と豊富で、どの色にするか迷うところなんですけど、ウェブ上で見る色と実際の色って結構違うことあるじゃないですか。生地のサンプルを取り寄せることができたので、気になる色の生地を何種類か送ってもらって、その中から決めました。普段生地に緑色っていうのは選ぶことがあまりない色なんですけど、車内が明るく華やかに見えたので、今回はこの色にしてみました。
カーブのところはやっぱり難しくてうまく貼れませんでした。上から貼るだけでそんなに手間はかからなかったので、もしこの色に飽きたらまた今度は違う色に変えてもいいなと思っています。座ってみて別に座り心地悪いってことは全然ないんですけど、生地が薄いのでやっぱ少し硬いんですよね。リラックスしたいって時には、こちらのクッションを背もたれに置くことでゆったりくつろげます。このクッションの中には寝袋とかブランケットとか入れてます。そしてレースのカーテンもつけました。こちらのカーテンは前のお家で使ってたレースのカーテンです。すっごく気に入ってたカーテンだったんですよね。で、今回こちらの車に取り付けてみました。普通のカーテンももちろんあるんですけど、レースのカーテンもあったらちょっと気分が上がるかなと思いまして、こちらのカーテンはちょっとねシワになっちゃったんですが、作ってもらいました。もともとついてたカーテンが経年劣化でボロボロだったのと、遮光性があまり良くなさそうだったので、一級遮光の断熱、保温、防煙機能を有したカーテンをオーダーメイドで作ってもらいました。オーダーメイドといっても生地を買って一から作るより全然安くて早かったです。カーテンのタッセルをちょっとお願いして、このソファーの緑に近い緑にしてもらいました。ここもここもここも全部カーテンタッセルは緑に統一しております。これもね自分で縫いました。そして後ろのベッドなんですけど、こちらもね作りました。ソファー兼ベッドマットは 3D エアという高反発マットレスにしました。ダブルサイズがぴったりだと思って買ったら、横幅が4センチほど足りなかったので、上段のマットレスを短めにカットすることにしました。若干長くて横幅がちょっと足りないけど、ほぼほぼいけるでしょう。ベッドの生地はこれにします。ソファーの生地と同じにしたかったんだけど、ちょっとあの生地はめちゃくちゃ高くて1メートル1万円以上するんですよね。なのでこれも猫の引っかきとかに強い生地なので、ベッドマットのカバーはこちらで作りたいと思います。ヘチマみたいな構造になっているので通気性が良くて、マットレスが汚れても水で丸洗いができます。厚みは5センチで割と薄いんですけど、もともとのマットレスが5センチで、2段ベッドを下に下ろすときにマットレスに厚みがあると下ろせなくなるので、これ以上厚みのあるマットレスは選べませんでした。いい感じですね。下の方もちょうどいいサイズです。マットレスのカバーは簡単に作れそうなボックスシーツ型にします。作り方は YouTube にたくさん上がってたので、それを見ながら作りました。ミシンを持ってないので、前回のデリカではカーテンの裾上げを手縫いしたんですけど、さすがにシーツ3枚となると大変なのでミシンを購入しました。ミシンを使う機会ってなかなかないので、安いやつでいいやと思って Amazon でそこそこレビューのいいものを選んで購入したら、おもちゃみたいなミシンが届いてちょっと心配になったんですけど、とりあえず縫えました。この後カーテンタッセルも縫ったんですけど、厚手の生地になると途中からミシンが動かなくなってしまって、結局手縫いになってしまいました。名の知れたメーカーのミシンでも機能がシンプルなものであれば結構安く売られてたので、ちゃんとしたミシンを買えばよかったと後悔しています。それでも薄手のものなら問題なく縫えるので壊れるまで使いますけどね。縫ったら次はゴムを通すんですけど、この生地がソファー用の生地でちょっと厚みがあることもあってか、均等にゴムを貼ることができなかったんですよ。それでもなんとか形にはなりました。生地が分厚いのでカバーみたいな形で作るには向いてなかったですね。それからちょっとマットがちっちゃかったんで、少しスペースが上にできてしまってはいるんですけど、これベッドにしたら全然気にならなくって、よいしょ、
こんな感じで全然ベッドにしたら全く差し障りがないという感じになっております。マットレスが薄くて柔らかいのでシワもできやすくて、生地の選定は完全に失敗でしたね。そしてこちらは麦さんの足型をかたどったテーブルです。デリカ D5 でベッドの支え部分に使っていた板を折りたたみテーブルに加工してもらいました。これもね、カットさえやってもらえれば簡単に自分でつけれると思ってたんです。この辺でよかったっけ？その辺で。だけど金具のわずかな遊びだったり歪みだったりがあって、きっちり閉じようと思ったら微妙に調節しないとうまく閉じることができなかったんですよ。まだ向こう行け。まだ向こう行けよ。ちょっと緩めで押してみて。もうそれが限界か。カツで行きます？全然ちょうどいい。私だったらきっちり閉じないけど、まあいいかとなってるところでした。また後から直してもらってたとは思うんですけどね。いい感じ。クリアやけ。おお。素晴らしい。ありがとうございます。これでね、いつでも麦さんと一緒に旅ができるかなといったところです。後から直してもらったというと、後部座席の下の扉がソファーに当たって開けにくかったので、少し小さくしてもらってきれいにやり直していただきました。そして吊り戸棚の中の板がきちんとはまってなくって、車の振動で外れてしまってたので、こちらもカッターでしっかり留めていただきました。ありがとうございます。それと冷蔵庫をきちんと留めてなかったので、こちらも留めていただきました。おお。よし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 。ありがとうございます。これでもいこうかですね。ありがとうございます。テーブルも大きく変えました。もともとついてたテーブルと同じ形でドリンクホルダーがついてないシンプルなテーブルにしたんですけど、後からやっぱり自在に動くテーブルにしたいと思って、それ用のテーブルの足を取り付けてもらいました。位置的に車の鉄板に穴を開けなきゃいけなくって、取り付けるのはちょっと大変な作業になってしまいました。しかもテーブルの足がちょっと長くて切ってもらったので、私では絶対取り付けられなかったです。このタイプのテーブルだとバランスが悪くなるので、板も小さくカットして、ついでにキッチンの化粧板によく似た色の化粧板を貼っていただきました。おお、面になりました。すごい。素晴らしい。これがあ、そうですね。おお、そんな方まで動くんだ。で、これ、あ、そうですね。これもありですね。普通にソファーのテーブルとして使ってもいいし、テーブルは外すこともできるけど、つけたままでもお座敷スタイルを楽しめるし、少しずらせば掘りごたつスタイルも楽しめるんですよ。これ何気に素晴らしくないですか？テーブルの高さも調整できます。運転席のシートの後ろには今まで使ってた冷蔵庫を置きました。この冷蔵庫は14リットルで
新しく設置した冷蔵庫は49リットルなんですけど、冷凍庫の部分がちっちゃいんですよね。割と冷凍庫って使用頻度が高くて、今まで結構たくさん入れてたので、こちらは冷凍専用になると思います。そしてこのテーブルの棒がいい感じにストッパーとなってくれてるので、ずれる心配はありません。その代わり運転席のシートがこれ以上後ろに動かなくなってしまうので、乗り降りがちょっと狭くて不便ではあるんですけどね。このシートの位置だと私しか運転できないので、他の人が運転する場合はこの冷蔵庫を下に置くなどすれば普通のシートに戻ります。テーブルを使うときにコンセントが必要なときは折りたたみテーブルの下から電源を取れるようにしました。はい、それから後ろがやっぱり見えにくいのでミラー型のカメラをつけました。ドラレコ2個。でありがとうございます。オートライト。オートライト。普通に使ってもらったら、トンネルに入るとよく消すのを忘れることがあるんですよね。車から降りればピーってなって教えてくれるから今は消し忘れもないんですけど、やっぱりねキャンピングカーの場合そのままここから後ろに行っちゃうこともあるんですよね。そうするとバッテリーが上がる可能性があるということでオートライトセンサーをつけてもらいました。この状態で暗なった。わかりました。ありがとうございます。外気温がわかるやつをつけました。これはねデリカにもともとついててすごい便利だなと思ったのでつけたんですけど、冬になると路面の凍結温度がこれでわかるんですよね。なので四駆の入れ時っていうのがわかるということですごく重宝してたのでキャラバンにもつけました。あとね本当はオートクルーズコントロールもつけたかったんですよ。 E25 は後期からしかつけるものがないみたいなんですよね。それでつけることができませんでした。だけど私がちゃんと見つけられてないだけかもしれないんで、もしね E25 の前期でも取り付けることができるオートクルーズセンサーをご存知の方がいらっしゃったら教えてください。あとデリカにつけてたサンシェードが意外にこのキャラバンにもぴったりだったので利用しております。それからこの車の運転席側からつけるルームランプがこの位置で手が届かないんですよね、私の身長だとなのでここに取り付けました。ちょうどねなんか磁石でくっつくんですよ。なのでこれでつけるようにしました。足元とか照らしたい時ってあるじゃないですか。でこれだと照らせれるんですよね。動かせるから照らすことができるということですごい重宝しております。あと育成モーターズさんでやってもらってるタイミングでカーナビが壊れたんですけどサービスで取り替えていただきました。このナビは車の情報を設定することができるようになってるんですよね。この車車高が235センチありまして、普通に走ってたら高さ制限で通れないところとか結構出てくると思うんですけど、それが心配だったんですけど、このナビで行き先を設定しておくと高さ制限のある道を避けて通ってくれるらしいんですよ。知らない場所に行くときはこのナビを使って行くようにしようかなと思っています。想定外のトラブルがあったっていうことを先ほど話したと思うんですけども、デリカの時は走行充電でサブバッテリーへの充電がしっかりできてたのに、キャラバンになってからなかなかできないなと思って、どれぐらい充電されてるのかチェックしてみたんですね。そしたら30分で 5% しか充電されてなかったんですよ。しかも車のクーラーをつけたら30分で 3% しか充電されてなくて、いろいろ調べていくうちにどうやらキャラバンのオルタネーターが原因かなってなりました。というのもデリカのオルタネーターの発電量は120アンペアあったんですけど、キャラバンは80アンペアしかないらしいんです。走行充電は50アンペアだけど、そんなに持ってかれるとバッテリーへの充電ができなくなるから、それで出力を抑えられてるっぽいです。ちなみに現行のキャラバンは150アンペアだそうです。ダイナモをパワーアップさせることもできるみたいなんだけど、バランス的に100アンペアまでらしいんですね。20アンペア上がれば多少は変わるかもしれないけど、それにしては値段がかなり高くて二の足を踏んでます。
でもこのままだと毎回 RV パークかオートキャンプ場の電源を使わないといけなくなっちゃうんですよね。RV パークにしろキャンプ場にしろ全てペット可なわけじゃないですし、場所も限られてくるから旅の自由度も制限されてしまうということで、私的には死活問題となっております。オルタネーター以外でも発電量を増やす方法があればいいんですけどね。このキャラバンと同じ E25 でリチウムイオン電池のサブバッテリーシステムを組んでて、問題なく走行充電から充電できてるって方いらっしゃったら、どのようにやってるかぜひ教えてください。よろしくお願いします。せっかくの可愛い緑が隠れてしまうんですが、やっぱり汚れてしまうので防水シーツを敷きました。はーい、じゃあね、ちょっとりんちゃんスーさん呼ぼうかね。はーい、どうですか。よいしょ。はい、リニューアルした車はどうですか。スーさんが気づきました。りんちゃんも気づいたかな。はい、麦じいです。やっぱ気づいたな。はい、これはですね、紙粘土を焼いてるやつです。前ぬいぐるみで作ってもらったんだけど、これでも噛むか。まあちょっとね、さすがに硬いからある程度噛んでも歯型はつかないかなと思うんですが、はい、ちょっとぬいぐるみだとボロボロにされそうだったので、麦さんのフィギュアをこれから一緒に旅に連れて行こうと思っております。もう飽きたか。早いね。まあいいけど。で、スーさんは、はい、なんかいろいろ匂いを嗅いでます。探検しなさい。はい、なんかめっちゃ匂い嗅いでチェックしております。ちょっとね、最初にしっかりチェックしといてもらわないと、あれですね。ちなみに今ハーネスにこの黄色いのがついてると思うんですけど、これは反射板ですね。もうね、脱走がすごくって、この2人でちょっと夜脱走された時にちょっと困ったことがあったんですよね。なので反射板をつけました。それからちっちゃい鈴もつけたのと、あと GPS がね、ちょうど脱走したタイミングで電池が切れてるってこともあるので、二重の意味でスマートタグっていうやつをつけました。これがどれぐらいピンポイントに見つけ出せるのかっていうのがちょっとわからないんですけど、なので今お家にいるときはハーネスを外してこのスマートタグだけにしてます。ちょっとでかいんだけど、まあハーネスをつけるよりはちょっとマシかな。雨がまた降り出した。爪研ぎしてよ。せっかく設置したからね。カーテンレールがあるので、これのおかげで倒れることはないかと思いますが、上下に粘着のついたジェルマットを入れたらバッチシ動かなくなりました。全然動きません。大丈夫そうです。運転席と助手席の間にはベッドを置きました。下は滑り止めを敷いてます。2人入るとちょっと狭苦しいけど、まあでもね、2人仲良しなんで狭くても一緒にいたいみたいですね。猫トイレはこの下に入れてます。ここに入れとけば邪魔にならないんですよね。今回からシステムトイレを採用しています。っていうのが結構匂いがこもるんですよね、車内に。それがちょっと問題だなと思ってて、対策しないといけないなと思って、でいろいろ調べてたらシステムトイレが結構匂いが抑えられそうってことで、まず家の方で試してみたんですよ。リンがすぐ慣れたかな。その後すぐ鈴も慣れて、車でもシステムトイレを採用しています。下にペットシーツが敷いてあるんですよね。これが撥水加工をされていて、ここにおしっこするとこのシーツに流れるというシステムに構造になっています。でこのペレットは
結構長持ちするんですね。ペットシーツの方も2、3日に1回は変えなきゃいけないかなという感じです。なのでちょっとゴミが少なくなるかな。掃除の頻度が少なくて済むのと、通常のトイレよりは匂いがあまりしないかなっていう印象ですね。結構ね、この狭い空間にいることがよくありますね。なんか、車内でいなくなったなと思ったら、この狭い中で、こらそこで爪研ぎしない。ここで爪研ぎするんですよね。で、これもね、なんか、レザータイプのやつが売られてるんだけど、残念ながら、このキャラバンに合うタイプのものは売られてませんでした。この中に電装系が入ってて、犬猫の毛が入ってしまうとちょっと危ないということで、フィルターをつけています。奥の方もフィルターつけています。私が目を離してたら危ないので、落として折れたりとかしても嫌だし、で、そうだな、なんか脱着が簡単にできる両面テープなんかを使って、こら止めるのもありかなとは思ってるんだけどね。もうスーさん、危ないね。これからも4人で車中泊の旅を続けていきたいと思います。